どうも、ホビーチャンネル G です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日も早速やっていきたいと思います。10年間放置だったマスターグレードをレッツリメイクやっていきたいと思います。Let's remake! 最近思ったんですが、半分しか作ってなければ、これはリメイクになるのでしょうか。実はリメイクでなくニューメイクなのではないかと勝手に推測しましたが、細かいことは気にせずやっていきたいと思います。まずはですね、パーツなんですが、関係ないパーツが入り込んでますんで、それを取り除き、ビッグディアスのパーツだけ、まずは選別したいと思います。結構適当に箱の中にぶん投げてますんで、パーツが足りなかったりすることがよくあります。説明書もなかったりするんで、まずはですね、確認作業ですね。サーフェイサーを吹いていきます。ですね、とりあえずヤスリがけが終わったらですね、サーフェイサーを吹くんですが、ヤスリがけは結構時間がかかりますね。ガンプラを作るときには毎回ヤスリがけで結構な時間を費やします。今回サーフェイサーはですね、いつものようにガイアカラーさんのナスカシリーズメカサフライト、これで吹いていきたいと思います。以前はタミヤカラーのサーフェイサーを使っていたんですが、色があんまり変わらないということで、メカサフライトを今回も使っていきたいと思います。希釈率ですが、だいたい薄め液3に対して原液が1でやっております。人によってですね、この希釈率変わってくると思いますし、塗料の粘度によっても希釈率は若干変えています。当然、ハンドピースで吹いたときに粘度が強すぎる場合は、ダマになりやすく、粒状になってマットな塗装になります。粘度が弱すぎると、薄すぎちゃってなかなか、乗らないと、そういうことになります。だいたいいい塩梅を探して自分なりに、調べてやってみてください。だいたい1対3の割合でかなり近い状態になると思います。このサーフェイサーはかなり使いやすく、密閉度も高いですね。傷が目立つ場合は何回か、拭くことをお勧めします。スポンジヤスリなどで軽く撫でてあげてもう一度拭くとかなり表面がきれいに仕上がります。サーフェイサーの段階で、あんまりツルツルに仕上げてしまいますと、塗料が乗りづらくなりますので、そこそこ粗い方が塗料は乗りやすいです。とはいえ、サーフェイサーが粗いと、どれだけ塗料を塗り重ねても下地の、模様だったり、あらが出てきてしまいますので、そこら辺はなかなか、自分なりに工夫してみてください。いつも思うんですが、このクリップでつまむ場所ですね。これを、うまくいかない時がありまして、塗装中にですね、風圧でパーツが飛んでしまいまして、
地面に落下なんてこともたまにあります。実は先日、最後の段階まで来て、コーティングの段階でパーツを落としました。まあ、一通り汚れまして、かなり悲惨な状況になりました。まあ、ダメージ塗装と思えばいいんですが、なかなかそういう状態で落とすとですね、ゴミがついたりしてへこみますね。エポキシパテを使って造形を追加します。今回のリックディアスを仮組みしてちょっと気になったところが、ちょうど、人でいうお腹の部分ですかね、胸からお腹にかけての、丸いモールドがあるんですが、そこがちょっと小さいかなと思いまして、自分なりに、解釈をして少し大型化にすることにしました。エポキシパテはですね、A 剤、B 剤を手でこねて粘土感覚で使うんですが、こねてる時にですね、結構ベタベタすることがあります。ですから、手を濡らして使うとですね、あまりつかなかったりしますね。仮組みをして筋彫りの位置を確認します。とりあえずサーフェイサーを吹いて、エポキシパテが固まったので、ヤスリ掛けをして仮組みをしました。ラインを引くところがですね、あまりスペースがないんですよね。実はファーストガンダムのシリーズは、デザインが意外とあっさりしてるものが多いんで、ラインを引くところが多々あるんですが、ゼータガンダムのシリーズなどですね、モデリングのデザインがなかなか複雑になってますんで、結構ラインを引くスペースが、限られてくると思います。かといってですね、無理やりラインをたくさん引きすぎると、ちょっとそれは別物になってしまいますんで、引きすぎずというところですかね。そこら辺の、加減が結構難しいですね。ラインを一つも引かなければ、やはり、ちょっと寂しい気もしますし、引きすぎると複雑すぎちゃって、なんだかちょっと雰囲気が変わってしまいますので、程度の問題ですが、ある程度というところで止めておくことをお勧めします。人によって考え方は人それぞれですので、ガンプラは自由ですので、やりたい放題なので、これじゃなきゃダメということはありません。私はそうやってるという話ですね。造形を追加した部分の確認をしています。腕のモールドもですね、プラ板を貼って追加しました。筋彫りだけだとちょっと寂しいので、造形を追加するんですが、本当はもっといろいろできるんですが、ちょっと億劫になってしまいまして、この程度でやめておこうと思いました。筋彫りのガイドテープを使って筋彫りをやっていきます。ガイドテープはですね、曲線用と直線用に使い分けてまして、透明な硬い素材のものは直線用、柔らかい黄色い素材のものは、曲線用と使い分けています。前回もお話ししましたが、片側を引いた後に同じバランスでラインをもう反対側にも引かなくてはいけませんので、デバイダーを使って長さをだいたい確定しています。同じ幅で測って、そこに先っちょで傷をつけて、そこを起点としてラインを引いています。そうすることで定規で測るよりも
的確にラインが近づけると思います。モデルの設計が古いので、パーツを外すのがなかなか難しい箇所があって気をつけながら外しています。あまり力いっぱいやると他のパーツを破損してしまうことになりますので注意が必要です。いつものようにガイドテープを貼って筋彫りをやっていくんですが、なかなかこの透明なテープはコシがありますので、直線を引くには向いているんですけれども、角がある場合ですね。角面がある場合はなかなか貼り付けにくいと思います。例によって優しく撫でていって、最終的に筋彫りを完了させます。あまり最初から圧力をかけると曲がってしまいます。この部分も同様にですね、デバイダーで測って傷をつけて同じような位置にラインを描きます。細かい部分はですね、ピンセットを使いまして、まっすぐ貼ると良いと思います。ラインがですね、重なってる部分がありますが、重ね張りをしてから筋彫りをすることもありますし、2回に分けて筋彫りをすることもありますが、やりやすい方でやってください。ちょっとね、こういう風にカーブになってますとですね、カーブになっていると貼りづらいんですが、そこはうまくやってください。あまり貼りづらいようですと、曲線用に切り替えた方がいいかもしれません。優しくやっていきます。筋彫りですね。失敗してしまった場合は、瞬間接着剤のようなもので穴埋めをして、硬化剤を使ってカチカチに固めてからもう一度引き直します。できればですね、1回で成功するようにやった方が当然綺麗にいきますが、どうしても曲がってしまう時がありますので、そういう場合は、やり直しと。サーフェイサーを吹いた方がラインが見やすいというのはあります。このモデルはですね、パーツが赤色なので、赤色のまま先にラインを引いてもいいんですが、私の場合はサーフェイサーを吹いてから筋彫りを入れるようにしています。
デバイダーで幅を測って、反対側へ同じ幅をコピーして引いていきます。はい、ラインがほぼほぼ引き終わりました。右と左をよく見比べて確認しています。塗料の選択をします。私は基本ガイアカラーさんを使用しています。今回ですね、プライマリーメタリックレッドというカラーがすごくお気に入りでして、この色を使ってビッグディアスのアムロ専用機ですね、こちらをメインの色として塗装しようと考えています。塗装していきます。例によって塗装は、お外でやっています。湿気の多い時期ですと水が混入することがよくありますので、確認してからコンプレッサーを確認してから塗装しましょう。外でやるとどうしてもゴミがつきやすいので、本当は室内でやった方がいいんですが、なかなか家庭の事情で中でできないということもあります。墨流しをしていきます。仮組みをしてある程度ですね、良さげな感じだったら墨流しをしていきたいと思います。このね、墨流しがね、かなり気持ちいいですね。毎度毎度言っていますが、自分が彫ったラインに墨が流れていく姿は結構気持ちいいですね。筋彫りしたところですが、スポンジヤスリで表面を仕上げてあげると、より筋がきれいに浮き上がると思います。塗装の段階の前の話ですけどね。一通り、墨を流していきます。今回はですね、メタリック塗装が多いので、墨があまり目立たないと思いますが、
まあでも流すことによって雰囲気は出てくると思います。今回も前回同様にタミヤカラーさんの墨流し用の塗料を使っています。エナメルの薄め液ではみ出した部分を拭き取っていきます。エナメルの溶剤ですが、ガイアカラーの速乾性の溶剤を使って拭き取っていきます。綿棒の先っちょに薄め液を染み込ませてから乾いた部分のはみ出した部分を取っていきます。ちょっと今回ですね、プライマーレッドでしたっけ？プライマリーレッドが、スポンジでこするとちょっと落ちやすい色だったみたいなんで、少し取れてしまいましたが、あまり気にならない程度でしたので、そのまま続行していきたいと思います。通常の塗料の部分ですね。これは問題なく色落ちしませんでしたので、いつも通りに拭き取っていきます。デカールを貼っていきます。一通り墨流しを終えましたらデカールを貼ります。基本色が赤と茶色と、ニュートラルグレーのようなブルーですね。ブルーグレーのような色なので、デカールの色をどうしようかと迷いましたが、シルバーを基調として、白とシルバーを基調として貼っていこうと思います。いつものように配給パーツさんのデカールをメインに貼っていきます。前回もお話ししましたが、ガンプラで使える矢印のデカールをですね、出していただけたらなと。三角だったり矢印のデカールって出てないんですよね。結構ガンプラにはハマると思うんですけれども、どっか出していただければ、少なくとも私が一部は購入します。
カールを貼るときに綿棒で水分を取るんですが、ちょっともう何十年もやっててわからないんですが、マークソフターを塗るタイミングですね。これで合っているのか、本当にわからないんですよね。で、水分が残っていると、コーティングの塗料をしたときに、デカールがシワシワになってしまうので、完全に乾かしてから、コーティングの塗料をしないと、シワシワになってしまいます。デカールの上からコーティングを、塗装するんですが、今回は時間の関係で割愛させていただきます。それでは組み上げていきます。メタリックレッドと普通の赤色ですね。この塗り分けがなかなかイメージ通りにいったんじゃないかと思います。今回はですね、前回の反省を踏まえまして、クリア塗装と、セミグロスクリア塗装と使い分けました。テカテカしているパーツも、加えることによってよりリアル感が増したんではないかなと思います。このね、最終段階で、仕上がったパーツを組むときが一番楽しいですよね。最終工程の、おっと危ない。気をつけないとパーツが破損してしまいますので、この段階で破損はかなり痛いので、注意して作業していきましょう。上半身が組み上がりました。まあちょっと設計が古いので、関節部分の、作りがですね、最近のモデルと比べると、まあ若干作りづらいというところがあると思います。
さあ、それではですね、上半身と下半身を合体させて完成となります。完成しました。ありがとうございます。毎回そうなんですが、やっと完成しました。10年かかってしまいました。お疲れ様です。